はい、皆さんこんにちは。機械系男子の木内です。今回はですね、まだまだブックオフに行ってしまいまして、本を、6冊、7冊でした。7冊買ってきましたので、こちらをですね、購入本を紹介していこうと思います。はい。いや、本当にね、やっぱり本好きあるあるだと思うんですけども、本好きの人がですね、本屋さんとかブックオフに、気軽に立ち寄っちゃいけないなと。やっぱり何かしらね、買わずにはいられないですね。ただ今回はですね、ちょっと積んどく本が少なくなってきたっていうのもあって、まだまだ読めてない、ジャンルとか著者の本をいろいろ買ってきましたので、こちらをですね、紹介していこうと思います。ではですね、まず1冊目からいきたいと思います。1冊目がですね、はい、こちらの井上康さんの白バンバですね。はい。いやー、これはですね、やっぱり井上康さんの本をまた読みたいと思いまして、白バンバを買ってきたわけですね。この白バンバの話自体はですね、この前読んだアスナの物語の、幼少年時代、幼い頃から小学生ぐらいの時までの、成長をですね、多分そこら辺を中心に書かれた、もっと色濃く書かれた話なのかなと。で、アスナの物語も結構その自伝的要素が多かったんですけども、この白バンバに関しては、完全なっていうか、しっかりと自伝の小説になっているらしいので、井上康さんがですね、どういう幼少期を送ってきたかっていうのも、いろいろ考え見ながら、あとはですね、井上さんのね、なかなか引き込まれるような、自分の幼少期も思い出すような書き方をされてるかなと思うので、そこら辺もね、結構読むのが楽しみですね。で、あとはですね、この白バンバに関してちょっとね、僕はブックオフでね、自分が損しかけたですよね。そのブックオフの220円以下コーナー、110円とか220円で売られてるコーナーがあるんですけども、僕は220円以下のコーナーから探して、なかったら500円とか400円で売られてるコーナー行くんですけども、この白バンバに関しては、最初220円以下のコーナー行ったら、なかったんですよね。というかね、井上康さんの本が一冊もなかったんですよ。そんなことがあるのかって思いながらも、確かになかったんで、仕方なく400円、500円のコーナー行って、500円ぐらいの白バンバを手に取ったんですけども、もう一回ですね、その220円以下のコーナー行って、バーって全部の棚、全部の作品見てったんですよ。そしたらですね、全然その名前順と違ったところに井上康さんの本がザーって並んだんですよ。おいって思って。危ない危ないって。白バンバンもそこにありまして、無事ですね、110円で買えたんですよ。いやー、危うくですね、500円出して400円損して買うところでしたけども、もちろんですね、自分が読みたい作品であれば別に500円だろうが1000円だろうが出せるんですけども、せっかくね、安く買えるんであれば、そこら辺はね、ケチ賞が出ちゃうんで、安く買えてよかったかなと話です。はい。ではですね、2冊目いきたいと思います。2冊目がですね、はい、こちらの重松清さんの青い鳥ですね。僕はですね、重松さんは、君の友達っていう本、これを読んだきりでして、で、その君の友達もですね、僕が読書を始めてまだ年数が浅い時ですね、読書を始めて2年目か3年目ぐらいに読んだんですけども、決して君の友達っていう話は明るい話ではないんですけども、それでもやっぱ心が和やかになる、心を温めてくれるような話にね、持ってってくれた印象がありまして、この重松清さんもですね、なかなか、心が揺さぶられる話を書いてくれる人だなという印象がありますので、今回久々に重松さんの本を読んでみたいなと思って、この青い鳥をですね、買ってみました。いつかですね、流星ワゴン、かなりいろんな人がお勧めされている本ですけど、それもね、読んでみたいかなと思います。ではですね、次の3冊目と4冊目に、行きたいと思います。それがですね、こちらの、はい、村上春樹さんで海辺のカフカですね。実を言うとですね、僕はこの、読書を始めて今でも8年目、もう丸8年経ったんですね。2016年の夏から読み始めたので、もう2024年のこの前の8月とかで、丸8年読書を続けてきたんですけども、それでもですね、この8年間で村上春樹さんを読んだことがなかったんですよ。で、これちょっと言い訳をしますと、僕はですね、大学生になってから読書を始めて、それまでね、文学、小説ってものと全然関わってこなかったので、やっぱりその、村上春樹さんに対してですね、ちょっと難しいようなイメージはあったんですよ。実際そのノーベル賞の候補にもなるぐらいですから、その川端康成さんの、雪国を読んで、実際に確かにあれは本当に難しくてよくわかんなかったんですね。で、やっぱりその文学的に評価されてる人の作品ってまだ自分には難しいなっていう印象があって、なかなか敬遠してた方なんですよね、村上さんは。ただですね、今回ついに手に取ってみたんですけども、毎回僕がいつもよく考えてる、その何かを始めるときとか何か新しい世界に足を踏み入れるときに、人間の習性なんですけども、少し抵抗があるんですね。やっぱりやめとこうっていう風に。でもその時にいつも僕が自分に言い聞かせてるのがですね、そんなにうぬぼれんじゃないという風に僕は自分に言い聞かせてるんですね。どういうことかっていうと、例えば、
僕がさっき言った文学まだ分かってないから、文学分かってから村上さんに挑戦しようっていう風な気持ちでいてもですね、一生それだとね、挑戦できないんですよ。で、しかもですね、僕がじゃあ、例えば、何年か、文学に慣れ親しんできたからといって、じゃあ村上さんをもう理解できるほど、文学的素養がつくかっていうと、そういう可能性もなかなか高いわけじゃないので、なのでね、僕が、文学いっぱい読んだら僕も文学いろいろ分かるようになるというふうに、うぬぼれてる考えを捨てろと。もうとりあえず読めっていうふうにですね、自分に毎回言い聞かせてですね、何か新しいことを始めるときとか、とりあえずやっちゃえっていうふうな、気持ちですね、いつも新しいことやってるんですよ。なので海外旅行とかもよくありますけど、海外行きたいと。海外行きたいけども、英語喋れないからまず英語喋れるようになろうっていう考え。これ多くの人がやっちゃうと思うんですけども、そうやってるとですね、一生海外に行けないんですね。なのでですね、とりあえずもうまず一回海外行って、もう片言の英語でもいいから、もう現地の人とコミュニケーション取って、経験値を貯めるっていう、こっちの方がですね、何百倍も自分のためになる、自分のレベルアップにつながるっていう考えなので、今回ですね、いつも敬遠してた村上さんをいつまでも敬遠してるわけにもいかないので、今回はしっかりと読んでいこうと思って買ってみました。はい。ではですね、次の作品に行きたいと思います。次はですね、こちらの金閣寺ですね、三島由紀夫さんの。三島さんもですね、実は潮騒しか読んだことがなくて、かなりクリアな文学を書く人だなっていう印象があるんですね。で、この金閣寺に関しては、内容は実は全然知らないです。はい。ただ三島さんっていうイメージと、あと金閣寺ってすごい読まれて、すごい人気な作品なんで、どんなもんなのかっていうのをね、楽しみながら読んでいきたいなと思います。はい。で、次がですね、こちらの、はい、又吉さんの火花ですね。この本を選んだ理由としましては、この本が芥川賞を取ったからっていう理由、それだけに尽きるんです。おいおいと、そんな理由で本を選んでいいのかって思われる方もいると思うんですけども、僕的には全然その芥川賞を取ったからとか、直木賞を取った本屋大賞に選ばれたノミネートされたっていう理由だけでですね、本を選んでも全然問題ないと僕は思うんですよ。やっぱり読書初心者とかにありがちなんですけども、その裏のですね、紹介文読んで、自分が読みたいと思った作品を読むみたいな、そういう順序がね、正しい順序だというふうに思ってしまう方もいるんですけども、実際はですね、結構この裏の紹介文読むと、大体がですね、読みたいなっていう気持ちにさせてくれるように書かれてます。なのでね、僕もね、何回かやったことあるんですけど、この本の表紙とか、あとタイトル、あとですね、裏の紹介文読んで、この本絶対面白いと思って買ってみたけども、でも実際ね、そんなにね、自分が想像した内容通りじゃなかったっていうのは全然ね、往々にしてあるので、その読書初心者にお勧めしたい本の選び方としては、まず、世間的に評価されたとか、芥川賞を取ったみたいなね、そういう周りからの評価で、本を選んでみても全然問題ないと思います。実際に少なくともその本を評価している人がいくらかいるわけですから、その例に漏れたとしても、何かしら、印象に残る部分っていうのは出てくると思うので、そこら辺で自分の好みとかをどんどん知っていけば、次のね、作品選びにもつながると思うので、とりあえず評価されてるからとか、みんなが読んでるからっていう理由で、本を選んでも全然問題ないと思うので、もう全然気にせず、芥川賞を取ったっていうその理由だけで、実際に僕もですね、これ内容全然知らないんですよ。で、興味本位。この本がですね、なんで芥川賞に選ばれたのかってのを、考えながら読むのもね、楽しさの一つなので、そこら辺もね、考えながら読んでいきたいなと思います。はい、それではですね、最後の本に行きたいと思います。最後ですね、こちらの松本清張さんですね。点と線っていう作品ですけども、これね、僕不思議なんですけども、松本清張さんってやっぱり有名なんですかね。僕もね、名前だけは知ってるんですよ。でもね、どんな方かっていうのを全く僕知らないんですね。で、調べてみたら、この松本清張さん、この点と線っていう作品もそうですけども、推理小説らしいんですね。で、松本清張さんがその社会派推理小説って言われる、そういうジャンルをですね、引っ張ってきたっていうか、世に生み出したっていうのかな。なのでね、推理小説として、結構人気がある方らしいんですけども、なぜかね、僕は別に推理小説をいっぱい読んできたってわけでもないのに、なぜか松本清張さんの名前だけは知ってるんですよね。その棚を全部ザーって見てったら、松本清張さんいるって思って。でも、どの作品が有名かも知らなかったんで、とりあえずね、その点と線っていう作品をその表紙とタイトルで選んでみて買ってみましたけども、この人がね、社会派推理小説を世に生み出したって言われるようなね、人が、どんな風に作品を書いているのか、そこら辺も楽しみながら読んでいきたいなと思います。はい、ではですね、今回ブックオフに行って買ってきた作品が、全部でこちらですね。はい、今回買った作品でですね、僕にとって初めての作家さんになるのは、松本清張さんと又吉さん、あとはですね、村上春樹さんですね。それ以外はですね、それぞれ、一冊ずつ他の作品を読んでるという感じで、その著者に対してのイメージは
持ってるんですけども、実際にはどんな作品かっていうのを知らない作品もあるので、楽しみながら読んでいきたいなと思います。はい。それではですね、今回の動画はここまでになります。ご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。